圧が、そう。はい、どうも始まりました。本日スペシャルゲスト、ギタリスト木田モティコさん。お願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あれ？そしてなんでここにカージナルの北田君、カージナル北田君です。はい、よろしくお願いします。北田です。あれ、今日アルテロさんのペダルを紹介するんですけど、なぜお主が？いや、だってペダルと言ったら出た。いやいや、まあなんですけど、実は、はい、僕もまあ同じ滋賀同士、アルテロさんも滋賀のメーカーなんですけど、内部とかちょっとデザインのところは実はお手伝いさせていただいてて、はい、そういうのもあって今回ちょっとアルテロさんは置いといて僕ちょっと出しゃばりに来ました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、木田さんね、いつも使っていらっしゃるペダル、こちら楓ですね。これ木田さんのボードでもいつもこう輝いている楓ですけども、はい、今回なんとこれが何これ、なんか可愛い白いプレート、ちょっとねクリーミーな感じのね。一言で言うと何が違うんですか？もともと基板が機械的な基板で実装されてたんですけれども、ハンドワイヤードって皆さん大好きなエフェクター好きな人ってそれの良さをもっと出したらさらにいい音になるんじゃない。ハンドワイヤード版、そういうこと、簡単に言えば。なるほど。でそれを開発して出来上がったのを自慢しに来た形です。楽しみですね。楽しみですね。はい、つながりました。まずは楓タッチ。タッチ。じゃあ一旦両方オフでやってみましょうか。おーし、じゃあいつもの楓いきますね。オン。おー、いいですね。これどういう時にどういう使い方されてるんですか？いつもブースター的な感じで張りを出したい時とかに。張りも今すごく出てたけど、確かにあれか、だからこれの後に歪みペダルがあってそれをこうプッシュするやつ。そうですね。なるほどなるほど。豪華な使い方にいいですね。まあね、これ今いつもの木田さんセッティングになってますと、じゃあちょっと同じセッティングにしたのがこっち左にもあるので切り替えてみますね。オン。なんか圧が、迫力が出た感じが。そうなんですよね。作り手側から少し語らせていただくと、通常版の方ももちろん音がふわっといい感じにしてクリアでいいんですけれども、やっぱりそのギターの元の音がハンドワイヤードよりは少し情報量が薄いところが、これはやっぱりギターのそのまま弦の鳴り感とかその太さ、木の鳴りとか太さがしっかりそのまま楓の歪みチャンネルの中に入っていってゴリッときてるのが分かりやすく出てる感じです。これでお好みセッティング、今ちょっとやっぱ雰囲気違ったんで、ちょっとフレーズに合うのをガンガン回してもらうと。ちょっと歪みを足してみました。足してみた。逆にこういうねテイストが変わってくるとやっぱり求めるステータスとかもやっぱ変わってくるんで、これちょっとローにしてみていいですか？僕こっち系のちょっと押しすぎないの好きかも。ちょっとコンプかかった感じ。控えめ。うわ、僕このまろやかなやつ好きですけれども、やっぱりこう木田さんがさっきおっしゃってたような後段をプッシュするガーンって押すみたいなやつはいいですね。この上。そうなんですよ。じゃあ真ん中もやっといた方がいい。真ん中いきます。せっかくなんで、気になるよね。まあやっぱりいいとこ取りですね。そう、下と上のミックスなところが出る。これいいじゃないですか。そうなんです。いいもの作りましたね。どうです木田さん的に？そうですね。その前のモデルの楓はちょっと荒っぽいというか、荒さがちょっとあるんですけど、それがなくなったというか、ギュッとまとまった音がするなって感じはしました。このやっぱアタックの感じがすごく出てる。そうですね。アタッ
空感を出したくて結構張り感を重視してますね。これちょっとリバーブ足してみようかな。やっぱ張り感みたいなのが共通してずっとあるのが、だからちょっとアンビエントになってもしっかりと存在感ありますよね。なんかいい意味で。僕前からカエデ実は好きなんですよ。ありがとうございます。好きなんです実は。言ってなかったと。なんでもっと言ってください。はい、続いてマグなんですけれども、アルテロカスタムギターズ安田さんです。どうも。なんで北田やねんっていう話なんですよ。アルテロカスタムギターズさんが出されてるエフェクターたちですよね。びっくりした。なんかあれなんでって。じゃあ2代目マグですけれども、これ比較的ハイゲインのやつ。そうですね。ディストーションなんで、木田さんのキャラとはねちょっと違うんですけど、バリバリ歪むんで、これね北田さん弾くとねかっこいいんですよ。本当に。この歪みすぎない感じが結構木田さんの声にマッチしてて、コード感とかもはっきり出るんで、これじゃあさっきの感じだというと同じような変化があるのかな。今度こっち行ってみますね。はい、どうですか？違いますね。なんか違うっていうのは分かるんですけど、これこのジャカジャカってやった時のこの弦の立ち上がりと、それにまとわりついてくる低音の感じが、こっちの今までのマグは結構ふわっていう雰囲気がある中でこう立ち上がってたんですけど、そこの塊がなんかね硬いガンとガンっていうそういうことですよね。はい。あ、上手。そういうことなんですよ。さすが。へえ、じゃあこれもちょっといじってみようかな、いろいろ。ハイゲインだけどもやっぱりこういうしっかりね音の立ち上がりが芯がちゃんと残ってる感じはありますよね。ディストーションなんですけど、結構原因下げてもしっかりと使える歪みっていうか、オーバードライブ的なニュアンスを持ちつつ、原因上げていくと、おっみたいになるのが特徴なペダルなんで。今日実は僕ハムバッカーのギター持ってきちゃったんですよ。木田さんゲストなのにそこにあるんですけど、ちょっと持ってきていいですか？木田さんがね弾くのっていう木田さんがゲストなのにこれ持ってきちゃった。まさか木田さんにこれちょっと持ったことないですね。いいですか？ちょっといいですか？はい、いいんですか？逆にいいですか？いいですいいです。トリコファンの皆様、貴重な、瞬間がやってきました。木田さんが、ポール・リード・スミスを持っております。見た目より軽いですね。僕も初めて見る。初めて触ります。長いことね知ってますけども。はい、じゃあどんな感じなの？一回今オフです。はい。太い。パワーが。はい。かっこいい。いや、かっこいい。ハモリで褒められる。ちょっと原因ガンガン上げてみますね。一回マックスにしてみようかなこれ。ズクズクしたくなりますね。貴重ですね。まさかの貴重な映像を撮る。ズクズクしたくなります。ちょっとねこれさすがにやりすぎですけど、でもちょっと歪み目でちょっとリバーブ。いやマジで？いやでもね真面目な話、このギターの良さ、このマホガニーのこの木材がこう鳴ってるっていう感じがちゃんとドライブされて出てきてる感じしません？これマグって言いますしね。そうよね。出たまりやね。遠くから。そう。それ俺が言うからね。マホガニーのね。そう。あ、
マホガニの、あ、そういう意味。そうそうそう。ああ、なるほど。ただの出しゃばりみたいなと思って。マホガニのマグ、あ、そういうことですか。カエデはメイプル。あ、知ってました？まあ知ってました。はい、続きましてウォル3代目青ですね、今回は。青ですね。こちらはこれね、ウォルってウォルナット。あ、もうそういうことか。そういうこと、分かった。ちょっとそのウォルナットの甘いイメージを持ちつつ、まあオーバードライブですね。なるほど。うわ、これローしていいですか？僕ロー好きなんで。楓とね、同じようにキャラだいぶ変わるんで、変わりましたね、ここで。桐谷さんどうですか？なんか弾いてみた感じ。なんかまた楓と違う種類の歪みというか、もうちょっと落ち着いた印象ですね。楓の方がいわゆるトランスペアレントみたいなそっちの傾向があるんですけど、こっちはもう本当にいなたいオーバードライブ。確かに確かに。ちょっと減らしました逆に。なんかこのギタリストが自分ならではの音をこう作っていく工程、いいですね。こう、けど結構ね、木田さんって音作るの早いんですよね。あんまりこだわりがないんでも。こだわってるけど早いんですよね。大丈夫です。狙いのところパンとすぐ出るんですよ。そう。だからね、北田君がさっきからすごいね、出たそうなんですよね。いいよ、じゃあ椅子持ってよ、ここおいでよ、椅子。はい、来た。出たがり。じゃあ最後はじゃあ4人でもしょうがない。しょうがないな。じゃあ最後に、すごい絵になったな、これ。最後に4人、今、歪みペダルってなんかこう、組み合わせて使うのはやっぱりスタイルとして結構流行ってるっていうか、いろんな活用できるじゃないですか。2個つないでどんな感じするかやってみていいですか？はい、つながりましたよ。はい。これはなんでこんな順番になったんですか、北原君。はい。マグだよ。マグってまあディストーションなんですけれども、さっきちょっとちらっとも弾いていただいた時もあったんですけど、ゲイン下げた時にめちゃくちゃ良質なオーバードライブサウンドが出せるんですよ。なんで、まあせっかくだったらこの良質なオーバードライブサウンドを木田さんがよく使うセッティングである高段で楓をブーストするってやって、最後ちょっとディレイで味をちょっとやってみましょうか。やってみましょうか。こういうのどうですか？いや、いい。これ何を言いましたかっていうと、なんかどっちも単体でかっこいい音、こっちだったらで、こっちでもまあ今これ音量割と同じにしてますけど、ちょっとじゃあこっちの方だけ上げといて、ちょっとブースとか出す感じでも OK だし、そうですね。で、これを両方オンにすると、こっちがちょっとブースト大きくなってるんで、こうプッシュされて、そうなんですよ。めちゃくちゃかっこいい。これいいでしょ。これ公式セッティングで。これに公式セッティング今につながってる。これやっぱ音が太くなるんで、単音弾きとかも細くペタッとせずになるので、それにディレイとかかけてみたりすると。めっちゃかっこいい、マジで。そう、なんかこういう使い方すると、ボードに3つしかないんだけれども、いろんな音のバリエーションだとか太さ、そしてそれを広げるディレイみたいな
じゃあやっぱりこれ公式セッティングどうでした弾いてて。弾いてて気持ちよかったです。じゃあなとってな。はい、というわけで今回はこのハンドワイヤードモデルの楓、マグ、ウォルのご紹介でした。概要欄に載ってますのでぜひ皆さんチェックしてみてください。本日はスペシャルゲスト木田モティポさん、そしてカージャン北田くん、アルテロ安田さんでした。ありがとうございました。この動画です。